皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。ぜひ何かをしながら聞いてください。さて、これを録音しているのは7月7日です。7月7日といえば七夕です。七夕は漢字だと7に夕方の夕と書きます。カタカナのタに見える漢字です。七夕の日の夜、晴れていて星が見えれば彦星と織姫が1年に1回だけ会えると言われています。織姫は天帝という天の神様の娘で、神様たちの着物を織る仕事をしていました。着物を織るの織るは折り紙を織るという時の織るとは違う漢字です。皆さんは木でできた機械のところに座って、だいたい女性ですが、その人が糸から布を作る様子を見たことはありますか？その縦糸と横糸を組み合わせて布を作る機械ですね。そうやって布を作ることを布を織ると言います。なので、織姫はそうやって着物を織っていた人です。だから織姫という名前です。ですが、織姫とその旦那さんは結婚した後、二人して遊んでばっかりいて、仕事をしなくなってしまいました。そしたら天帝が怒って、二人を天の川のこっち側とあっち側に分かれさせてしまいました。天の川というのは天気の天、そして織姫のお父さんの天帝の天の字を天と呼んだものです。空という意味です。では、空にある川、天の川は何でしょうか？天の川は夜空に見える川みたいなところです。星がいっぱい集まっているところですね。都会だと夜でも明るすぎて天の川は見えないですけどね。で、今のお話も七夕の漢字も中国から伝わってきたものです。でも、七夕という読み方はもともと日本の言葉です。日本の昔の行事で着物を織って神様に捧げる行事があって、その呼び名だったようです。つまり、七に夕方の夕という漢字のまとまりに対して七夕という読み方を当てたものです。で、七夕の日は国の祝日ではないので、会社や学校が休みになることはありません。ただ、七夕祭りというお祭りをいろんな場所でやります。私が住んでいる甲府でも土日、つまり5日と6日に駅前で七夕祭りがありました。私は行ってないですが、息子は友達と行って楽しかったみたいです。いろんなお店が出ます。キッチンカーみたいのもたくさんあって楽しいものです。で、今日7月7日は晴れているので、彦星と織姫は会えそうです。よかったですね。さて、では七夕の話はここまでにして、今日はリクエストをいただいた言葉の意味をお話したいと思います。改善、生きがい、ポモドーロ、そして家計簿です。今回もポモドーロ以外は海外と日本での使われ方というかイメージが違うと思うので、私もいつか話したいと思ってました。なので皆さん、
違いに注目して楽しく聞いていただけると嬉しいです。では、一つ目。改善から。コメントではカタカナで改善と書いてありました。カタカナの改善と漢字で書く改善はイメージが違います。カタカナの改善は海外で広まっている考え方の方で、もともとはトヨタの生産方式での考え方です。車のトヨタは皆さんご存知ですよね。トヨタが強いのは生産の時に無駄をなくして効率を良くすることで生産性を上げて品質も良くしているからです。ちょっと今難しい言葉が続きましたか？効率を良くするっていうのは同じ時間でできることを増やすことです。例えば今まで1時間に10個何かを作っていたのを15個作れるようになったら効率が良くなってます。で、10個が15個になったというのは生産性が上がったということです。同じ時間で出来上がるものが増えたということです。品質というのは出来上がったものの質です。品質がいいものは壊れにくいとか長持ちします。あと車だったら事故が起こりにくいかもしれませんね。トヨタ式の生産方式は無駄をなくして効率を良くして生産性を上げて品質の良いものを作ることを目標にいろんなところを改善します。それが改善です。で、この方式は今ではトヨタ以外の工場や会社などでも取り入れられているそうです。で、その改善という言葉が海外に広まって効率を良くして生産性を上げる、無駄を省く、それでも質のいいアウトプットをするという文脈で紹介されるようになったと思います。ただ、日本ではカタカナの改善は一般的な言葉ではありません。工場とかで使われる言葉というイメージがあります。普通に使うときは漢字で改善すると書きますが、改善の改は改めるという意味です。改めるには古いものを新しいものと入れ替えるとか、悪いところを良い方に変えるという意味があります。善は良い、いいという意味です。で、改善するといった場合に、改善という言葉の持つ意味は、それ以上でもそれ以下でもないです。単に良くするという意味です。生産性を上げるとか、無駄をなくすとか、そういう意味は特にないです。つまり、生産性を上げるとか、無駄をなくすっていうのは、何かを改善するときにすることではあると思うんですが、改善という言葉にそういうことを含むかといったら含まないです。例えば、英語の improve には improve の意味しかないですよね。もっと深い意味が入ってはいないですよね。改善もそれと同じです。改善という言葉自体に深い意味はないです。それに、実はそれほどよく使う言葉でもないんですよ。会社とかでは目標を立てたりするときに使いますけど、日常でよく使うかといったら、そうでもない気がします。自分の目標を立てるときに、人に見せるんだったら何々を改善するって書くかもしれないんですけど、自分で書くんだったらあまり改善するは使わないかもしれないですね。カタカナの改善には、さっき説明した
工場で使う違った意味が入ってきますが、それが具体的に何を意味しているかは、それを取り入れている工場とかで働いている人以外は知らないことだと思います。カタカナと漢字で意味するところがちょっと違うっていうことですが、カタカナには特別な意味がありますよということを示す働きがあります。で、その辺についてはエピソード17のひらがな、カタカナ、漢字をどう使い分けるというエピソードで話しています。これは絶対に勉強になるので、聞いてない人はぜひ聞いてみてください。まとめると、海外で使われているカタカナの改善という言葉に含まれるような意味は、日本語で普通に使う改善にはないということです。だから時々、日本の精神として改善というものがあるって紹介されているものもあるんですけど、生産現場ではあるかもしれませんが、一般の生活にはないです。では、次は生きがいです。これは多分海外でも日本でも同じような意味があるんですが、使われ方が、ちょっと違う時があります。まず、生きがいは漢字で書くと、生きている会と書きます。会の意味は、何かをする意味という意味です。つまり、生きがいっていうのは、生きている意味です。生きている目的と言ってもいいかもしれません。なぜ生きているのかとか、生きる張り合いですね。で、皆さんは何に生きがいを感じますか？パッと答えられないと思いませんか？ということで、海外の研究者が生きがいという言葉について研究して、次の4つの質問に答えることで、自分の生きがいが何か、考えることができると言いました。これからその質問を言うので、皆さんも考えてみてください。1、あなたが得意なことは何ですか？得意なことっていうのは上手にできることです。2、あなたが好きなことは何ですか？ 3、あなたが社会から必要とされているものは何ですか？ 4、あなたが報酬、収入を得られるものは何ですか？どうでしょう？皆さん何かありましたか？この4つの質問は日本でもブログとか動画で取り上げられていて、生きがいとはこういうものだって考える参考にされていたりもします。ただですね、ここからちょっと違うんですが、生きがいという言葉はもっと軽い感じで使われたりもします。もし皆さんの生きがいは何ですかって街の中でインタビューしたとすると、多分孫とか子供とか仕事っていう答えが返ってくると思います。ネットで調べたらある調査結果があって、みんなが生きがいと感じる8つのこととして挙げられていたのは、子供子育て、家族、趣味、ペット、習い事、旅行、寝る、お酒でした。日本語では寝るとかお酒が生きがいになることもあるということです。ちょっと生きがいの言葉の印象が変わってきましたか？前回のエピソードで父が病院に入院しているという話をしました。それで父が暇かなと思って毎日電話をしています。で、さっき電話して父にお父さんの生きがいは何？って聞いてみました。そしたら父はって考え込みました。
そして言ったのが、今は生きがいっていうより体を治すことが先だからなでした。でもその後真面目にしっかり考えて、孫の成長を見ることと孫たちが平和な世界で生きていけるように活動することと言っていました。とはいえ、それでも今はもう自分がどうこうっていうより残されたものの幸せを祈ることだなとも言っていました。で、その後母に電話しました。お母さんの生きがいって何って聞いたら、本当は子や孫って言った方がいいんだろうけど、パッと浮かぶのは短歌だねと言っていました。短歌っていうのは日本の短い詩のようなものの形式です。俳句は皆さん知ってるかと思います。で、俳句は五七五のリズムです。梅雨のエピソードで、さみだれを集めて林、最上川という俳句を紹介しました。これはひらがなで書くと5文字、7文字、5文字です。ひらがな一つが、一つのリズムなので、五七五と言います。で、短歌は俳句より少し長くて、五七五七七です。つまり、俳句のような五七五の後に7文字が2つ続くものです。母はこの短歌をもう50年近くずっとやっていて、本も出したりしてるんですが、常に短歌のことを考えています。旅行とかに行くと写真を撮る代わりに短歌を作ります。だから母の生きがいは短歌っていうのはすごくよくわかります。その後母の知り合いの人の話になって、その人は高校で短歌を教えることに生きがいを感じていると言っていました。この生きがいという言葉は、何々することに生きがいを感じるというようにも、使います。で、さっきの母の返答からもわかるように、子供とか孫は一般的に生きがいとされるものということです。ちょっとここから見えてくるのは、日本語の生きがいって生きる喜びにつながるものという気がします。そうするとさっき挙げた4つの質問で一番関係ないのは、報酬、収入を得られるものの部分だと思います。そこがなくても、というかないものこそ生きがいと言える気がします。そこが、日本語での生きがいと海外での生きがいのちょっと違うところかなという気がします。皆さんの生きがいは何ですか？考えてみてください。次はポモドーロです。皆さんこれは聞いたことありましたか？これは25分仕事や勉強をして5分休む。そしてまた25分やって5分休むという方法です。効率を上げたい受験生とか、働いている人が使う方法です。で、ポモドーロはイタリア語でトマトという意味です。この方法を考えた人がトマトのキッチンタイマーを使っていたそうです。それで、ポモドーロテクニックと呼ばれるようになって、日本にもその方法が入ってきたというわけです。ただ、これはそんなに有名じゃない言葉なんじゃないかなと思います。効率を求めるタイプの人はそういう動画を見るから知っているというレベルの言葉です。私も実は集中して何かを終わらせなきゃって時は、一時期このポモドーロやってました。最近はもっとこれは5分で終わらせるみたいな感じで
5分で区切ってやってたりもします。では最後は家計簿です。家計は家に計算の計と書きます。で、その家のお金の流れのことです。簿っていうのは名簿とか帳簿の簿なんですけど、ノートのことです。なので家計簿というのは家のお金の流れをメモする、記録するノートという意味です。生きているといろんなことやものですね、にお金を使いますよね。で、家計簿はそれを記録するノートです。だいたい、食費、日用品、衣服、水道光熱費、外食などの項目があって、使った金額を書いていきます。で、食費は、料理をするときに使う食べ物を買ったお金です。日用品はゴミ袋とかノートとか、日常よく使うものです。衣服は服のこと。で、水道光熱費っていうのは水道と電気とガスのことです。まとめて水道光熱費と言います。外食っていうのはレストランなど家じゃないところで食べることです。で、こういうのを記録していって、月単位ぐらいで見直します。今月食費がかかりすぎたなとか、外食しすぎたなとかを見て、次の月の参考にします。本屋さんとかに行くと、スケジュール帳とか日記のコーナーと同じようなところに家計簿コーナーがあって、いろんな種類の家計簿が売っています。で、ただ今は家計簿アプリがいくつもあるので、アプリでつけている人も多いかなと思います。で、その場合はお金を使ったらアプリに記録していきます。で、そうするとアプリが計算してくれて、その時点で今月何にいくら使っているっていうのがわかります。ちなみに今7月7日時点で私は食費に16,512円使ってます。こういうのがすぐわかるのがアプリの便利なところです。で、昔私、アプリとかがない頃、ノートの家計簿を1回だけ買ったことがあります。でも面倒くさくて、結局ちゃんとは続けられなかったです。だからアプリは楽で本当にありがたいです。で、こういうアプリを使ったりして家計簿をつけている人は、多いんじゃないかなって思います。で、皆さんはこういう家計簿とかはつけてますか？で、前に見たある動画で、英語の動画ですね、家計簿が全家計簿って紹介されてました。家計簿については全く全とは関係ないと思います。全っていうとお金のこととか考えないイメージがあるんですよね。家計簿っていうのは、もっとお金のことを考えて節約のためにつけるものという気がします。はい。では、最後に発音の練習をちょっとしましょう。英語での発音を聞くとかなり違う音に聞こえます。結構通じないと思うので練習しておきましょう。最初は改善です。これはピッチを落とさないで言ってください。では後について言ってください。改善、改善。次は生きがいです。これは低く始まって高くなって、その後ピッチは落ちません。気をつけてください。じゃあ後について言ってください。生きがい、生きがい。次、ポモドーロです。カタカナはカタカナらしく発音しましょう。ピッチアクセントはドの後のオの音で下がります。
じゃあ後について言ってください。ポモドーロ、ポモドーロ。はい。では最後は家計簿です。英語だと家計簿って聞こえるので、母音に気をつけてください。ひらがなだと家計簿と書きますが、実際の発音は、K のえの後のいなので、えになって家計簿です。で、このエボで下がります。後について言ってください。家計簿、家計簿。はい、いいですね。私はサブスクコースを持っていて、こういう日本語の発音を教えています。日本語の発音を良くして、自信を持って日本人と話したいと思う人は、ぜひチェックしてみてください。日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどが勉強できます。では、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。